ジェンバーボーン。製粉所の移設を行い開けた土地を手に入れて噴水周りの再開発を行った我らがビーバー。がっつり水路を掘って緑地範囲も大幅に拡大。さあ今回もさらなる発展を求めて開発出動。で寒気明け2日目、状況はこんな感じ。今日も元気にビーバーたちが飛び交っております。まずは生成場4島県成越。これはボットに使う燃料。お前ついにボット作る気になったのか。いやただの実績解除用です。おい。さあビーバーよ、4つのレシピを開放して実績解除をするのだ。使わないの確定してるのにわがままに付き合わされる哀れなビーバー。でやるか迷ったけど今回は長距離下水道工事をやるぞー。絵面が地味な上に超面倒なやつ。下水に水車もこんな感じに仕込む予定。最低でも高さ4マス横幅5マスの広い水路が必要だ。一番低い場所にトンネルでマーキングして測量を開始。からのひたすらトンネル掘りだー。下水道の一番上を掘り抜いて足場を撤去し、その後トリプルダイナマイトで掘削予定。終端部は貯水口らの溢れ防止水門の下に下水の排水口を設けます。これはかなりやべえ工数の工事になりそうだ。この時点で私は2サイクルと見積もってるよ。意外とそんなもん。で低い場所が下水と繋がっちゃうので少々手直し。前回作ったばかりの水道橋の自動ポンプ早速停止。おっと前に掘りすぎたとこまだ埋めてなかった。すぐに忘れるビーバーの下水工事は複数の場所から掘り進めるぞ。入り口を掘って作るのだー。トンネル掘りに使う板と爆薬の取り寄せ場所の確保も OK。トリプルダイナマイトに使う生成物も取り寄せるよ。準備万端。作業を効率よく行うため、下水溝への出入り口は5カ所作ることにしました。なお貯水湖の中に資材置き場は作れないので、資材の集積所がここにあるぜ。てか湖の中に作ったら水没しちゃうよ。さあ皆の者を、作業に取り掛かれー。巨大プロジェクトキックオフだぜ。資材は近くまで運搬員が運んでいる。建設作業員よ急ぎ作業を進めるのだ。そこの見えない穴に吸い込まれるビーバー、ずらー。下流の方はもう工事始まってるけど湖側は高低差が分かりにくくいまだ入り口すら作れず。面倒くさがって高さを適当に判断して階段を設置して作業を難航させている感覚肌の親方。こんなん適当で大丈夫だ。作業2日目だけど下流はかなり掘れてるね。思いのほか順調だな。無事生成所のレシピの実績が解除されましたー。ボットいないのにボットの燃料ゲットだぜ。はいもう用なしなんで撤去しまーす。ひで作った燃料も保管場所ないから瓦礫ごと完全撤去じゃ。自動ポンプ水道橋の池に繋がる通路も掘れてきた。ここはエアロックを使って下水に水が流れないように工夫。こういう場面でも役に立つのか。エアロック地味だけどマジで便利だ。ある程度トンネル掘りできた場所は足場を撤去して板を回収せよ。再利用だ。水だばー。さっさと元線の小型自動ポンプ止めろ。てか、足場崩したせいで側面崩れちまってるじゃねえか。ビーバー外から見えてんぞ。あ？ごめん埋め直しておくれ。足場の撤去のご利用は計画的に。やらかしはあったけど意外と順調に進んでるねー。ビーバーたちの献身に感謝。やあ皆の衆、勤労ご苦労。親方自ら現場を視察。みんな忙しそう。ひたすら穴掘りの日々。ビーバーたちの頑張りにより下流トンネルが開通。下水道へと通じる穴さえ掘れちまえば、あとは意外と簡単だったな。で上流のトンネルはまだ掘れてないけど、先行して掘削工事を開始。並行作業こそ時短の日々、まとめてやれば一瞬だぜ。そして未だ終わらぬ上流の入り口掘削。まだやってたんか。掘ったトンネルの足場を崩してそこに階段を。おいバカ待て。上が土砂だから階段を設置できない。そして足場もないから上にトンネルを掘ることもできないぞ。これどうしたらええん？罪です。そんな。仕方ない迂回路のトンネルを掘るか。こうして遅延気味の上流の作業がさらに遅延した。まあ自動ポンプの池のエアロック工事も完了したから、こっちの方を頑張ってもらいましょ。ビーバー、ずらー。上流の入り口も開通、したけどエアロックつける幅がねえ。ちゃんとレイヤー階層表示を確認して段差を計算しとけよ。算数がめんどい。小学生かよ。でもエアロックがないと下水に貯水が流れちゃうので追加工事で修正します。人はそれを二度手間という。で修正でエアロック作ってるところで換気の傾向を置く。下水工事中だから汚水器じゃなくて助かったぜ。下流の方の工事は順調に進み、かなりの爆薬の設置が完了。上流はトラブったがこっちは順調だな。長距離発破、いっけー。
トリプルダイナマイトで一気に掘削、これで水車も設置できる広い下水道になるぜ。てなわけで上流は水車の設置工事を始めるぞ。ビーバーがはまらないように奥から工事を進めるぞ。ビーバーは2マスまでは上への建設もできるので、このように防水パワーシャフトを重ねて建設します。そしてこの防水シャフトが完成したらこの上に道を敷いて、手前側の水車を上から建設予定。これなら足場いらずだね。こんな感じでおなしゃーす。水車は丸太だけで建設できる。丸太はだだ余りだから数は多いが速攻で作業終わるかな？非常に今更ながら前回製粉所移設したのに古いの撤去するの忘れてたけん。物忘れの多い安定のビーバーの合わせて不要なシャフトの撤去も行った。とりあえず見てみたくて作ったドーム庭園、ここいまいちアクセス悪いんだよね。忙しすぎで行く暇なし。なので住宅近くにダンスホールと一緒に追加することにしたよ。しれっと河口の貯水槽埋め立て指示入ってる。これは地味に工数多そう。ご安心ください。建設作業員を増員して対応いたします。自動化で停止した工場の人員が建設作業へ送り出された。エアロックが完成して上流のトンネル掘削工事がやっと軌道に乗ってきたね。エアロック抜けた先にも水がある。訓練されたビーバーじゃなきゃやられちまうところだぜ。寒気が来るぞー。寒気は7日間、汚水が出てくる前になるべく作業を進めたいね。だな。あれ？メリーゴーランドが止まってる？採掘機の方も動力来てないぞ。噴水の水道橋の下に隠れてて見落としておった。安定のやらかし。下流の水車工事はいい感じに進行中。防水シャフトをアホほど作って、上から追加の水車を作ればこっちは完成だな。爆薬工場に動力が来てない。製粉所の動力の接続工事をミスってたか。シャフトの接続ミス、おかわり入りまーす。エアロックがあるのになんで下水が水没しとるん？空気があると思って入ったら水で満たされてるとか凶悪なトラップすぎるだろ。エアロックの上に隙間があったので無理くり足場作って埋めます。上に隙間あるならエアロック名乗る資格ねえよ。いのーちの水。小型自動ポンプ再稼働で大地に緑が戻った。ヒーハー、今夜はフェスティバルだ。歌って踊って命の喜びを爆発させるぞー。おう、噴水下の娯楽スポットがオープンしてここら一帯も一気に華やいできたぜ。そうそう自動ポンプで揚水しすぎると溢れるから、ここに排水用の水門を用意しなきゃ。水位センサーでポンプ側を自動化でもいいな。やだよめんどい。横着。元あった排水路との合流部分は汚水が逆流しないようにバルブを設置します。ついでに元あったマップ外へ排出する穴も埋めた。ちまちま行われていた上流のトンネル掘り工事は換気終了前になんとか開通。明日にはトンネル工事が全部終わりそうだな。換気終了間際、花火のタイマーの設定実験やろうとして忘れてたのを思い出した夏休みの最終日に宿題を思い出した子供かよ。結局実験する暇はなかったからぶっつけ本番で勝負じゃリレー配信でリセット条件を追加して試すことにした。いのーちの水。ほとんど地下作業だった地味な1サイクルが終了。さてトンネルが開通したので下水の掘り下げっと。上流の現場は遠いから、ビーバーたちには辛い作業になりそうだぜ。さあ換気明け、祝いの花火の打ち上げだ花火の自動タイマーの設定成功、高さにズレがあったりするがこれはこれで風情があるな。連続花火もチャレンジしたいね。だな。おっとリレー配信に名前つけるの忘れてたので変更っと。お赤色、お水器もしくは換気になると稼働、一つあると何かと便利。暗くなるまでの時間がわからず適当に20時にしたけど、もう少し早くてもよかったね。まあその辺は後々微調整だな。上流の遠い作業現場での工事により、ビーバーたちが文句のアイコンを掲げ抗議してるので業務の時短を決定。元から遊ぶ時間なくて幸福度が上がりきらない哀れなビーバー。なんてこった、歯車の在庫がなくなりそうじゃん。あ、完全にゼロになった。工場はフル稼働してるのになんてこった。こりゃ防水シャフトで使う量を甘く見積もりすぎたな。てなわけで緊急で歯車工場を追加じゃ歯車の原料はいた、トンネル掘りで使用した後解体してここの倉庫に保管してるので、歯車にして再利用だぜ。下流の防水シャフト建設一旦作業停止。中途半端に作られると上に道が引けないから水車の工事が滞っちまう。ビーバーがはまらぬように一つずつ作るか。こりゃかなり面倒なことになったぜ。はっぱ排水溝の掘削が終わった防水シャフトを後回しにして、まずはやれるところから先に工事することになりそうだな。
葉っぱにより道を失い立ち往生するビーバー。もし次が汚水器だったらアウトなので心中で冷や汗かいてそう。てか救助するの前提で葉っぱしたから大丈夫。計画的犯行、おまわりさんこの人です。そんな。でもとりあえず排水溝ができたことで奥側の水車工事に取り掛かれるね。これは歯車なくても工事可能。水だばー。のんびり見てないでさっさとなんとかせい。ご安心ください。こちらに排水用の爆薬を設置済みです。あれ？なんか水の水位こっちの方が低くねえ？ああ？おい。そして追加で爆破しようと思ったけど足場がなくて設置できない悲しみよ。吊り橋かけてわざわざルート確保、事前にしっかり工事しとけよ。仕方ないでしょ、溢れるまで忘れてたんだから。ほんとどうしようもねえビーバー脳だな。水だばー。放水したらそれはそれで溢れちゃう。これがうちのレイムさんだ。歯車の増産体制は構築したけど供給が間に合わない。もうこれは設計を見直すしかないかな。防水シャフトが必要なのは2段目だけだから1段目は堤防でも平気。つかなんで1段目防水にしたんだ？見た目かっこいいかなって。超適当な理由じゃねえか。作ってくれたのにごめん、歯車が足りないんだ。設計変更させてくれこうして防水シャフトは瓦礫に戻され、堤防に変更し歯車のコストを半分に抑えた。丸太なら在庫は潤沢、一気に作り上げるぞー。作業の工数は相変わらずあたおかだがこれならなんとか作れそうだ。などとやってたら歓喜の警告。セーフ、汚水まみれ回避。最近は1動画1サイクルだったが今回は2サイクルだ。何の成果も上げず終わることは許されん。キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。無職が37匹もいたので建設作業員を増員。土砂採掘機が在庫型で自動オフになり、暇ビーバーが増えたようだ。寒気が来るぞー。今回の寒気は9日、それまでに下水を完成させるぞ。おー。疲れ果てて土に頭をめり込ませて気絶するビーバー。14時間労働でもマップ端っこへの通勤で実質24時間労働。この一番きつい作業を優先して作業させてたので、あと少しで上流の工事が終わりそうだよ。お、しれっとシャフト部分がほとんどできてる。サビ残で飲食できず不満アイコンを掲げるビーバー。平均幸福度は55だが、建設作業員は30程度しかない格差社会。上流の横側も防水シャフトの工事が完了。ここまで来れば丸太を上からぶん投げて水車を作るだけだ。いやー歯車の見積もりミスは痛かったねー。もう少しうまくやれれば工事サックサクだったのに残念。ビーバー、ずらー。いのー、ちの水。また地下作業だけで換気が終了。で現在の状況はこんな感じ。ギリ観光とはならず。追加の花火の設定も出現しており、アングルを変えてとりあえずごまかしてるのず。おい。もっと工夫すればタイマーずらした上で連射して、花火大会とかもできそうな予感。そういえば寒気が3連続だった影響で、汚水の備蓄がなくなりちょっと焦ったよ。緊急で自動組み上げをするか悩んでる間に、普通に水位が上がって結局何もしなかった様子。寒気明け2日目には下水工事はほぼ終わり、2匹ずつしか作業できない状況になり完成待ち状態。建設作業員が暇になるので追加の細かい工事を指示した。ここの湧き水は既存の下水溝とも近い、回収して汚水器にはきれいに排水できるように工事しましょ。この距離なら次が汚水器でも間に合うぜ。てなわけでギャーッと壊して爆薬設置して、下水に繋がる穴を掘るぞー。これで汚水器明けにちょろっと混ざる汚水も完全に除去だ。最終的には湧き水と汚水ドレーン全部下水に流す、ってプランも考えたんだけどさすがにやばいかな。青い湧き水だけでもきついのに、赤の汚水の湧き水も管理するとなるとやばいな。主に動画の絵面的に。まあどこまでがっつりやるかは決めかねるけど、とりあえず普通の湧き水の排水溝だけ作ろうかな。規模感見誤ると地獄の作業になりそうだ。河口は水位が一番下まですでに掘られてるから、逆に汚水を水道橋にするとか工夫も必要になりそうだね。てなわけで多肉植物エリアを少し削って、ここから下水溝に繋がるルートも暇つぶし程度に工事するよ。他の大規模工事やりつつ下水もちまちまやるくらいがちょうど良さそう。今回の成果物を出して締めたいのにシャフトが一向に完成せぬ。水車ぶっ壊してでも先にシャフト作るべきだったぜ。花火のおかげでタイマーの使い方が少し理解できたので、汚水が混ざらないように水門の時間をずらして設定を調整っと。細かい修正入りまーす。はっはー、下水かけ流し用の掘削じゃー。現在伐採指示を出している場所に汚水用の水道橋を建設する、かもしれん。普
通の水も溢れるようなら下水に流してもいいし、ちょっとどうするか悩み中。でトンネル掘削開始前に盛り土で補強、私は知っている、こうしないと崩落してしまうことを。失敗から学習したビーバーの王。そして少しだけど下水溝も拡張工事を開始。ゼロになってた汚水、早くも満タンになってたので追加で大きなタンクを設置。連続換気が来てもこれで安心。ここの自動ポンプは風が動いてる時だけ動けばいいやと思ってたけど、左下に出るアラートが気に入らないので修正。スカシャフト繋ぐだけだしな。追加の排水溝工事、逆流防止用に有料調節バルブをつける予定。普段使わないバルブ。常に全開放だけどね。いつものバルブでいい案件。貯水湖の水源に下水溝を作るぞー。掘った後に一番上を埋めて、汚水が混じらないように分離予定だ。次の災害が汚水期で、汚水が流れ水車の動作確認までのつなぎのつもりの工事だったのに思いのほか大規模工事に、いつもより動画の尺が長くなっております。絵面が地味だから別の工事したい。さらに長尺になるからダメ若干気に入ってた使用済みの足場を変えたい。地下に入る階段埋め立てるのに邪魔。埋めなくても問題はないんだけど、天井一マス崩落してるのが気になっちゃうので。ほんとお前変なところで几帳面だな。とか色々やってたせいで水門工事が途中だったことをすっかり失念してたのず。次の災害までの猶予がヤバそう。汚水の染みができないように防壁を設け、その上に足場を作って水門を作る設計にしました。トンネルも急いで掘らなきゃ。汚水を下水溝と繋ぐ横穴。そして思い出す、まだミスって掘ったところ埋め終わってないと。何度目だよこのやりとり、いい加減にしろよこのビーバーの。さあ声援。で湧き水用の下水溝接続工事が順調に進み、流れ込んだ水により水車が回った。おい下水動力がコンセプトだろ。アイデンティティ崩壊してんじゃねえか。私はやればできる子なのに。崩落するから補強するとか言ってたくせに、結局崩落させてしまったやっぱり学習できてないビーバーの王。建設予定は出してたんだけど道が繋がってなかったんよ。安定のやらかしそして汚水期を待ってたのに無慈悲な4連続換気のお知らせ。動作確認のために待ってたのに完全に無駄で草。こうなったら別の方法で汚水を流すぞ。安全確保のためエアロック前にロックできる門を設置せよ。それはこうなる前に普通に工事しとけよ。ただ忘れてた。だろうよ。それでは汚水の湧き水の貯水バルブを開放だー。最初からこれでテストしときゃよかったのでは？いややるなら汚水機の汚水も合流させて、最大の動力を見るのがロマンってもんでしょ。謎のこだわり。水車がいい感じに回り始めたぞー。しかし換気始まりまであと1日、勢いよく下流まで到達できるかな？下水溝まで汚水が到達するまで暇だったので、使うかわからないけどジップラインの駅を少し整備。その辺まだよく地下できてないんだよな。汚水が下水溝まで来たぞー。しかし一番端っこの水車は回らず。まあ下水の流量が増えたらきっと回るよ、多分。適当だな。そして気になる動力は2万にギリ届かず、そこから失踪を多く。災害が起きる数時間前から、流量って徐々に減ってくもんだからな。てなわけでしょぼい結果で換気に突入。なお、この下水溝の水車、換気中は全く機能しません。完全なる、無駄？わかっちゃいたけど思った以上に達成感がないぞー。見た目も地味でなかなかの供養、窓のお前にはぴったりな工事だったな。湧き水を完全攻略するには完全分離が正解っぽいけど正直そこまでしなくても大丈夫だー。どこまでガチ攻略するかは、その人のノリと気合で決まるのだ。では2サイクルかけて作った、文字通り無用な長物を見つつ今回はここまで。資材食っただけだったな。こんなわけわからん開発もしてますが、よろしければハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。ちょっとの汚水の汚染も許さず下水工事を頑張ったレイム。少し考えれば汚水機だけ湧き水の水位を上げて汚水を抑えたりもできたのにこの後どうする気だ。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。